どうもこんにちは、かいくんです。本日も質問に答えていきたいなと思います。はい。なんでね、最初片言だったんですかね。今ね、ご飯を食べまして、ちょっとね、お米食べたんですけどね、眠くなってくる時間かもしれません、私は。でもね、最近玄米にしてるんで、なんとかかんとかが緩やかなので、眠くならないかもしれません。はい。どうでもいいですね。はい。質問いきましょう。本日の質問とかトピックこちらですね。デザインが面白くないんですという、すごいストレートな質問の内容になってるんですけども、ボノに入って2ヶ月で、フェーズで言うと、情報設計のところです。あれですね。うちロードマップっていうのがありまして、これ YouTube で初めて見る方用なんですけど、説明がね。ステップが4つぐらいあって、コースが4つぐらいあるんですけども、後半の方ですね。なので、2ヶ月で、どこのとこから始めたかわかんないですけど、情報設計まで行くのはかなり早い方かなと思います。逆に言うともうちょっとゆっくりやった方がいいんじゃないっていうぐらいかもしれない。ゼロからやってたら本当に。で、僕の解説が分かりやすいから続けられているという感じですと。ありがとうございます。ただ、もっとデザイン好きな自分になりたいのですが、きっかけの作り方あれば教えていただきたいですと。これあれですね。僕が勘違いしてましたね。デザインが面白くないわけじゃないですよね。でもどうやったらデザインを楽しみますかって最初来てるのか。ちょっとこれだけしか情報がないので、デザインが面白くないのか、面白いんだけど、もっと面白くなりたいのかとか、その辺はちょっとあんま分かってないんだけど、ちょっと答えていこうかなと思います。一応前提としては、今そこまで楽しめてないという中で、2ヶ月やってるんだけど、あんま面白くないと。ただ、もっと自分的には好きになりたいみたいな話ですかね。はい。ちょっとこれ、元にちょっと話していこうかなと思います。はい。で、もちろん前提の前提なんですけど、僕どっちかっていうとデザイン好きな人なんですよね、多分。こんな YouTube とかで喋ってるぐらいなんで、多分好きな人なんですけど、なので、正直なんで楽しくないのか楽しくないとしたらっていう気持ちはそんなにわからないです。正直言うと。なんだが、なんでずれた発言するかもしれないんですけど、僕なりのね、回答をちょっとしていこうかなと、もちろん思います。はい。で、どっからいこうかな。現実的な前提の認識からいこう。上からいこうかね。ちょっと用意してきましたんで、ちょっと喋っていきたいと思います。はい、まず現実的な前提の認識ちょっと揃えたいなと。てか僕の考えなんですけどね、認識っていうか、考えをシェアしたいなと思うんですけど、まずこの UI デザインとか UI/UX デザインっていうのは、入りがむちゃくちゃ難しいというか、いろいろありすぎて、そんなに最初からめっちゃ面白いじゃんこれってなる人ってそんなにいないと思います。っていうのも、グラフィックデザインとかってもちろん違うものなのでね、比較するのは僕微妙だなと思いつつ、ちょっと考えてみると、基本的に作るっていうのが、8割ぐらい、もちろんそのアイデア出すとかの方が大事なんだと思いますけど、僕もね思いますけど、作るっていうのが結構主体じゃないですか。いい色合いをちゃんと実現するとかね、いい文字詰めをやるとかなんで、結構それに比べるとあんま比較したくないんだけど、 UI/UX デザインってどっちかっていうといろんな情報があるっていうか、例えば UI をきれいに作ればいいかっていうとそういうわけじゃなくて、じゃあこの UI の種類の役割とかがあるわけですよね。スイッチとチェックボックスの違いとかいろいろあるわけですよ。なぜならこの使えないとダメなんで、ソフトウェアを作るんで UI デザインっていうのは。なのである程度知識が必要なんですよね。いい形のボタンとかパッと見いい見た目のページが作れてたとしても、操作性が全くゼロだと全くいいデザインじゃないから、そういう操作性の方を学ばなきゃいけないとかね。そういろいろあるわけですよ。最初からいろいろ学ばないと結構 UI がいい感じに作れるようになったなって思うまでが遠いって、これですね。思うまでが遠いんですよね。一応ステップでね、ボノのロードマップで切ってありますけど、そういうのがあるので、多分飲み込むまでの期間がちょっと長めだと思います。いろいろ分かってきて、自分で自由に作れるようになってくるというか、自由というか自分で発想して作りたいものをちゃんとした状態で作れるようになるまでが結構遠い分野だと思うので、結構難しいかなと思います。そういう意味で。で、これは別に UI/UX に限らず全部そうだと思うんですけど、今までやったことないことをやり始めるのってかなりまず時間の投下がまず必要だと思うんですよ。こういう分野ってゲームとかじゃないんで、楽しませようと思って作られてないわけですよ。こういう分野、学問ってかこういう分野って。だから最初の1時間でめっちゃ面白いみたいななることってほぼほぼないんですよね。なんなら1ヶ月ずっとよくわからんみたいな
感じの方が多分多いと思うんですよ。これ僕今コードの勉強してるんですけど、自分で作れるようになるために今はね生成 AI あるからマジでやれるなって感覚があるからなんかコツコツやってるんですけど、2年前とかにもやってたんですけどね、もうマジで意味わかんなすぎて覚えること多すぎてなんかエラーで怒られるしマジでうざみたいな感じの方が多いんですよね。もしかしたらそういう感じなのかなと思って今話してるんですけど、ただそれってでもなんかある程度その土台ができないとなんか自由にやれるまでいかないし、その土台で覚えるものが多いから最初のこのハードルがすごい高いみたいなものなので、こう時間を投下してやらなきゃいけないと思うんですよ。効率的にやろうっていうのはもちろんあるんだけど、なんか効率さよりまず投下する時間の方が圧倒的に必要みたいな、なんかまずそういう分野だと思うんですよね。だから2ヶ月とかでめっちゃおもろいこれとかってなる分野じゃないかなってのは思います。その覚えなきゃいけない分野が、うちのボノだと3つの基礎って言ってるんで、なんかその1つの基礎だけを例えば2、3ヶ月ずっとやるとかやると多分ね2ヶ月目ぐらいからちょっとずつやれるようになるので楽しくなってくるかなと思うんですけど、あいにくちょっとボノの場合だとそのね3つぐらいある基礎をはい次って感じでやるので結構そこまでは遠いんじゃないかなっていうふうには思いますね。っていう前提が1個ありますと、だからあんま焦んなくていいんじゃないっていう、あと面白くなるまで結構時間量必要かもみたいな話ですかね。であとモチベーションみたいな話だと思うので、これも結構ね人によっていろいろあるので自分の中でどうやるとなんかモチベが上がるかみたいなのをこれ前提として知っておくといいと思います。知っとくっていうかちょっと考えつつやってみるとか、例えば探求心があるタイプとか情報の欲が高いタイプ、僕これなんですけどなんかどんどん分からないことが分かるようになるとかするとどんどん楽しくなっていくっていうか、あと気になって調べちゃうタイプなんですよね。こういうタイプは割とそういうなんか学問系は向いてるのかな、興味が出ればですけどね、思いますね。だからこういうタイプはなんか知っていくことを自分で掘れるようになっていくと多分なんかできなくても面白くなってくるタイプかなと思ったりはします。あとはなんか社会性とか人が喜んでモチベ上がるタイプの人もいると思うんですよ。あとはその自分が作ったものを誰かに見せてなんかいいねとか反応がもらえることっていうか、そういう社会とのつながりで、なんか楽しいって感じるタイプの人もいると思うんですよね。そういう人は多分自分の作ったものとかをなんかコツコツ SNS でシェアするとか、誰かに見せて反応をもらうとか、なんか共有するとかね、みたいなものをやっていくとちょっとこうなんかモチベが上がりやすい人とかもいると思うんですよ。あと誰かとやるみたいな、なんか一緒にやるみたいな、誰かがやってるのと一緒にやるのが楽しいみたいな人も僕いると思うんですよ。これ全くもって僕逆なんですけど個人的にはね、でもこういうタイプの人もいると思うんですよ。そういう人はやっぱそのなんか誰かとやってる感とかなんかそういうのが得られないとなんかあんまりこうやる気にならないみたいな人もいると思うので、こういうなんかこの他にもなんかいろいろね、各々の性格というか価値観によってそのモチベを感じるポイントって結構違うので、これすぐに分かるっていうのは難しいので、ちょっと参考程度なんですけど、こういうのもちょっと考えながら、どういう時に面白くなるかなっていうのを考えると、いいかもしれませんね。はい。っていうのが前提です。はい。ここまで前提の話。で、もう一個本題に入る前にちょっと僕どうだったかみたいな話をすると、僕そもそも作るのが好きなタイプなんですよ。とはいえなんかこれ大学時代とかはなんか俺何したいんだろうってずっと分かんないままだったんですけど、たまたまなんかブログ書いてて、でブログ書くのもおもろいんだけど、そこそこねだけどこうブログの見た目をいじり始めた時に時間がすぐ解けたんですよ。なんか1時間なんかそういうスキルをつける系のことをやってた時にブログの見た目をなんかいじるのがもう1時間があっという間だったんですよね。でこの感覚が僕はゲームがめっちゃ好きなんですけど、でゲームをやってた時の感覚にちょっと近かったんですよ。ゲームってなんかすぐ1時間2時間解けるじゃないですか。解けるんですけど、なんかそれにちょっと近かったんですよね。なんかどんどんこう調べたりとか試してたらなんか1時間すぐ解けちゃうみたいな。なんかそこで結構これかもって思ってコードを書くところ、要はウェブサイト作るコードからノーコードとかなかったんで、僕が始めた時っていうところから結構僕は始めた人なんですよね。なんで結構作るのが好きだし、なんかどんどんこう仕入れていく、興味があることを知っていくっていうのが結構好きだったタイプなんですよね。もうなんかもうずっとそれで来てるところあります。ここまで10年近く。はい。で、そこから独学で調べてウェブ制作ちゃんとできるようになったりだとか、ただその作れるようになったんだけど、その後全くその共感ができない人のウェブサイト制作の仕事とかもらったりすることができ
たんですけど、1年半後ぐらいに多分で、まあそれもありがたいことですよね。なんだけど、その全くなんかこの人がなんだろうな、ちょっと悪いけど、このサイトを使ってやろうとしてることに興味が持てないみたいな、意味がわからないみたいなぐらいのこととかがあって、なんかただ作ってるだけでもなんか結構ね、きついことありそうだなと思って、なんかその辺ぐらいからかな、まあ昔から多分思ってたと思うんだけど、まあ意味のあることとかをもう結構大事だなみたいな、自分が楽しくやるためにはみたいなところとかがあって、その後ウェブのサービスの会社ですね、僕だったらミクシーって会社に入るんですけど、そこからまあサービス作りみたいなね、事業作りというかウェブサービス作りに入っていくんで、このウェブサービスって誰のための何のためにやるべきみたいなところなんですよ。要はするに UX デザインとか UI デザイン UIUX デザインってところに入っていくんですけど、っていうところでここ合流していくみたいな感じで来てますね。なんで作るのが好きだし、何のために作るのかっていうのを考える。でそれをどう届けるといいのかっていう、アイデア出しとか僕結構好きなんですけど、なんかその辺が結構できるのが僕結構楽しいなと思って。このインターネットでのものづくり、インターネットでめちゃくちゃハードル低いじゃないですか。ゼロベースから椅子を作るとかなると、なんか椅子の素材も必要だし、工房みたいなのも必要だし、こう削ったりとか丸くしたりとかね。なんだけどインターネットでパソコン1個あれば別にどこにいても作れるっていう、ものすごいハードルが低いものづくりだなって僕今でも思うんですけど、そういうのも合致してすごい入りやすかったし、なんかそこが今主体になってきてるちょうど世の中だし、今もそうだと思うんですけど、なので結構その辺がうまくこう合流して、僕は結構これおもろいなと思って、やってるって感じですかね。だからデザインが好きっていうのももちろんあるんだけど、なんかもう物作るのが好きみたいな方が僕は結構根本はそっちかなみたいな感じですね。はい、なんで自分の中でもこういうなんで好きなのかとか、なんかどういう風になりたいのかとかっていうのを、それだけを考えるのに1ヶ月とか使うとそれはそれで病んじゃうのでおすすめ全くしないんですけど、デザインのことやりつつちょっとこう合間でそういうの考えてみる、紙に書いてみるとかでもいいですし、やってみるといいかなっていうのは1個あります。はい。で、本題に入っていくんだけど、目的ですねが、なぜそれが好きになりたいのか、デザインのこともっと好きになりたいって書かれてたと思うんですけど、そのなんでデザインをいいと思ったのかっていうところですよね。その理由ですね。もう自分の理由ですね。なんか世の中的にこうとかじゃなくて、もう自分自身の価値観、もう理由とかなくていいんで、なんかわかんないけどこれがおもろいわみたいなっていうところを大事にするっていうか、そこに時間をもっと使ってもいいかもなっていうのは思いますね。ボナとかデメリットで言うと、やっぱやるべきことを並べているから、それやればベースのスキルがつく、だから迷わずにやれるみたいなところとかは結構メリットだと思うんですけど、逆にデメリットとしてはなんかそれをやらないといけないみたいな、宿題みたいな感じに従ってるだけだとやっぱなると思うんですよ、これは。ただそうじゃなくて、自分のやりたいことをベースにそれにどう関わるのかっていう設計を自分でしてあげないと、してあげれればそれが受動的ではなくて能動的に変わっていくんですよね。分かんないけどね、もしそういう風な嫌いがあるのであれば、そこはまず意識した方がいいかもしれないかなと思うのと、あとそのやるべき以外のその好きや興味ですね。だから自分がなんでデザインのことをもっと好きになりたいのかみたいなところのこう情報とか興味っていうところをもっと深掘ってみる、もっと知ってみるですね。深掘るっていうかもっと知るっていうのは結構重要かなと思います。もしかしたらだからその動画とか俺のなんかね、コンテンツとかでこれやれこれやれみたいな感じじゃないですか、変な話でそれやるみたいな感じだと、それが何につながるのかとかって分野の情報だから UIUX だったらその仕事で何するのかとか、会社でデザイナーがどういう立ち位置なのか、どういうことを求められてるのかとか分からないとつながらないんですよね。なのでそこがないからなんかあんまり面白くないなとか、その興味もっと持ちたいけど持てないなってなってる可能性結構僕あると思うんですよ。っていう意味でその自分がなんで好きになったのかっていうところに関する情報をもっと拾ってみるみたいなところとかやると、その例をやるために今これをやる必要性があるんだとかっていうのがどんどんつながってくる可能性もあるし、そもそもやっぱそのなんでやってんのかとかっていうところをもっとちゃんとこう固くするっていうかとかも結構重要だと思うので、やるべきこと以外になんで好きなのかと自分の好きな情報をもっと掘ってみる、知っていく、情報を集めてみるみたいな。でなんならなんかそのやった方がいいこととか、こういうことやってるんだ、やってみたいなと思ったらやるべきこと以外の時間とか、一旦そこストップしてもいいから実践してみるとかっていうのを全然やるべきかなと思います。要するにその楽しいとか興味ある方に時間をどんどん使っていった方がやっぱなんかやるべきよりかはそっちの方が絶対強いので、思いがなのでどんどんやっていけると思うんですよね。
自然と楽しんでそっちの方がやっぱ、ね、どんどんこう掘っていけるから情報もどんどん摂取するしどんどん試していくしでどんどんスキルも伸びてくると思うので、そういうのを大事にしてあげてももしかしたらいいのかもなみたいな話ですかね。あとはこうなりたい像にデザインがあるなら、それに近い人、もう具体的な人ですね。なんか自分が分かんない、働き方でもいいしこういうものを作りたいとか何でもいいんですけど、そういうのやってる人がいたらその人一人でもいいと思いますね。その人を見つけるとかでやってその人がなんだろうなどういうアウトプットやデザインをしているのかとか見てそれをデザインするにはどうしたらいいのかっていうところで調べる知っていくデザインっていうのとかもやるとめっちゃいいかなというふうには思いますかね。なんかそういうので分かんないですけどなんでそのデザインやりたいのかってとこからこう逆算してその情報を集めていくみたいなところをやると、いいかなとは思います。もしその辺が明確でなければですけど。はい。っていう話とかですかね。あと実践的なアプローチで言うと、そのデザインって基本的にそのユーザーとか目的を理解する。なんでこれをデザインをしなきゃいけないのか、何のためにデザインするのか、何が目的なのかってとこですね。で、それが決まって、じゃあそのために何をやらなきゃいけないのかっていうアイディアを考えるわけですよね。例えばじゃあウェブサイトを作った方がいいなってもしなればですけど、なったら、じゃあどんなウェブサイトがいいのかみたいな。何が必要なのかとか考えていくわけですね。なんか情報設計とか要件定義みたいな話になってくる。でそれを形にしていく。実際のウェブサイトだったらウェブサイトの具体的な形、どういうページ構成でどういうふうにナビゲーションを置いてとかアイキャッチにどういう表現をしてとかっていう形にしていくと。でそれを形にしたらそれがリリースされて誰かの元に届いてその反応をもとまた改善していく。でまたその目的とかユーザーの理解をしていくっていうこのループなんですよ。すごくこうざっくり切っちゃうと。デザインやってる中でこのどれに興味を一番持つのかとかを考えてそれを重点的にやってみるとかもしくはそこのフェーズのデザインの情報を自分で合間に集めていくとかっていうふうにこう知っていくと、興味がどんどん増えていく可能性はあるかなというふうには思います。はい。ロードマップだとねこの上の3つあたりを一個一個切ってやってるっていう感覚なんですけどボノの。はい。でもこの辺の要は具体的にデザインっても広いからその中のどこに一番興味があるのかなとかを自分で確認はできるならねこれ分かんないでもいいと思いますよ。全然あると思います。まだやったことないことも多いと思うんで、もしあればですけど、もしあればそれを元に、情報を集めていくとかっていう風にしてどんどんこの自分の興味を確固たるものにするというか広げていくというか深くしていくみたいなものでもいいかなと思いますね。で単純にもの作る形にするとか Figma でなんか完成していくのが好きってなったらもうなんか Figma だけやればいいっていうのはちょっとなかなか言えないんですけどもし UI/UX デザインに転職したいならね Figma だけやっててもあんま転職できないのでなんだけどでもそこにこう触れる時間っていうのはもっと取っていいと思います。やるべきこともあるかもしれないんだけどそこも分かんないな難しいけど超つまんなかったらこれ一回捨てていいと思う。やるべきことっていうのはただ別にやれてるのでそれをやりつつその、自分の興味のあることに時間をどんどん増やしていくっていうのをやってみてもいいんじゃないかなと思いますね具体的に。はい。でやるとどんどんこうね面白いことをやる時間が増えていくのでね、はい、それもいいかなとは思いますかね。あとマインドセットとしてはこれは関係ないんだけどできないイコールつまらないになってる場合ですね。もしなんかねさっきちょうも言った通りなんか新しい分野やるってやっぱそのやること覚えることがいっぱいあってそれをマスターしてからようやくこうなんか面白くなってくるみたいなことって結構あると思うんですよね。最初ってできないとかわからないことっていっぱい多いからそれイコールつまらないになっているっていう感覚にもしなっているのであればまずそもそも前提としてまだできるフェーズではないっていうふうに思ってほしいなというのは思うんですよね。ゲームみたいにすぐにできないしすぐに面白くしてくれないんですよ。ここはちょっと難しいところなんですけどなのでなんかその一個ずつ分かったことに対して喜びを感じれるようになんかそのマインド変えていくみたいな基本的にできないことのが多いと思うんですよね。だからでもなんとなくでも前に進んでいくはずなんですよ。時間を使えばそこに喜びを置くようにする気づきに喜びを置くようにするみたいな知っていくっていうだけに喜びを置くようにするといいかなと思います。理想としてこれぐらいにすぐなりたいとか多分あると思うんですよ。僕もめっちゃくちゃある。そのコードを書くときにねこんな簡単なことを生成 AI がある時代でなんで俺こんなつまずいとんねんとかめっちゃ思うことあるんですけどでもそこって言っててもしょうがないんですよ。
その分野だって素人だからできないんだよ自分で。だからそうじゃなくて一個分かったこととかね、このエラーってのはこういうふうに起こるとかね、最近の書き方コードの書き方はこういうふうになっているとか、そのこう分かることとか気づいたことに対して一歩進んだなみたいな、ポジティブな結果を得られたなみたいな風に思えていかないと、結構最初のうちに結構なんかつまずくというか、モチベで死ぬかなみたいなことは結構あるかなっていう感覚めっちゃ強いですね僕は。はい、なのでそもそもできないっていう前提で、一歩前に進むっていうのに喜びを感じるというか、そこにポジティブな気持ちを置いていく、これでよしとしていくみたいなのは結構続けていく上で結構必要かなっていうふうには思いますかね。でその中でも面白い瞬間がやっぱ1ミリでもあるなら、やっぱその点を掘っていく、その情報を集めるとか、もっとやれるようにするとか、そこをやる時間を増やしていっていいと思いますけど、はい、そういうことをやっていくっていうのがいいかなみたいなふうには思いますかね。僕の場合はなんか独学でウェブデザイン最初やってたんですけど、最初に言った通り、だからこれコードも書いてたんですよね。だから分かんないこといっぱいあるんですけど、なんかちょっと1時間2時間かけたら自分の作りたいサイトの形がちょっと出来上がり始めるんですよ。それがめっちゃおもろかったですね僕の場合は。やっぱその頭の中で考えた考えが自分の見える形になっていくっていうのが多分今でも結構面白くて、逆にその、自分の頭の中にある感覚と自分が作ってるものがずれてるとなんでやってなるんですよね。やっぱそこでやっぱどうしたらその自分の感覚がものになるんだろうみたいなところに僕は興味があるので、そこを考えていると時間が解けるんですよね。そこのなんかこう僕は探求心みたいなのが結構あるタイプだなって自分では思うんですけど、性格タイプ的に。なのでそこに近づいていくことによってなんかこう前進している感覚を得られている。なんか物はできてないかもしれないけど、これのやり方じゃダメなんだって気づいて、じゃあ次違う方向性でトライしてみているっていうことに対して結構なんか前進してるなみたいなポジティブな気持ちを得ているタイプなんですよね。なのでそういうふうにちょっとずつこう分かってくることとか、ちょっとずつサイトだったらサイトができていくみたいなのが結構僕はこの面白い瞬間だったりするので、なるべくそういうものに時間を使っていくっていうかのをやると、そこのスキルがギュッて伸びるので、最初のうちやっぱそういうなんかまんべんなくやらないといけないかもしれないんだけど、最初の土台を作る、ね、最初何もできないと絶対つまんないから、なんか1個でもできた方が面白いと思うんで、そこを作るっていう意味ではなんか面白い瞬間とか1ミリとか自分の興味っていうなんか1個でいいんで、もしあればそこを掘っていく、でそこの土台を固めてから他もやっていくとかでももしかしたらいいのかもしれないかなとは思いますかね。自分がどういう楽しみ方がこのデザインに対してできているかな、できそうかな、やりたいかなみたいなところを考えて、ちょっとトライとか考え方変えてみるとかするといいのかなっていう気はします。はいって感じですかね。シンプルにデザインだとやっぱ最初作るのが楽しい人の方が僕多いんじゃないかなとか思ってるので、最初はなんか作る部分に結構時間を割いてもいいかなっていう気はするんですけど、そこはやっぱ人によっていろいろ感じ方あると思うので、そういうところもちょっとこう自分と相談しつつ、でも情報が圧倒的に足りてないと思うんですよ。たった2ヶ月とかだと思うんで、その前にねなんかデザインやってたかとかわからないですけども、なのでやっぱ自分がこうなりたいとかこれに興味があるとかっていうか、もうそもそもないとやっぱ続けるのって難しいので、それが多分1ミリでもなんかある、興味がある、なんかちょっと知ってみたいなとか、ちょっと引っかかってるなぐらいでもいいんであれば、そこからまずは情報を集めていって、そこをものにしていくところをまずは軸にするとかでもいいのかもしれないなっていうふうには思いますかね。はい、以上になります。はい、もし何かありましたら追加で質問とか、相談ください。ボノの方はコミュニティでシェアしている質問のリンクですね、質問チャンネルにあるリンクから、匿名でも名前ありでも質問することができますので、はい、こんな感じで動画にしつつ、なんか記事コンテンツにしつつやっていきたいなと思うので、細かい話でもでかい話でも相談していただければと思います。はい、YouTube 見ている方は、こんな感じで僕のチャンネルではね、UI デザインとかそういうデジタル系のデザインに関するチャンネルやってますので、この動画見て面白いなと思ったら、次また別の動画ね、チャンネルの方に行っていただいて、見てもらうとかでもいいですし、高評価、チャンネル登録もお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。僕がやってるボノっていうね、UI UX デザインを実践的に学べるサービス
ありますので、気になっている方はいたら概要欄の方にURL 貼ってあると思うので、そちらから見に行ってください。いろんなコース提供していたりとか、実際に転職している方とかね、50人近くいますので、その人の一覧とか見れますので、はい、ぜひね、遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひねチェックしてみてください。